今回の産業まとめ。旧正月、国学番組に日本の城。日本風だと知っていた？最終的に謝罪と映像削除。韓国の準国営放送局 KBS は、旧正月の音楽番組で日本風の古城画像を背景に使用したとして、視聴者から批判を浴びています。2月11日の旧正月連休中に KBS2 で放送された朝鮮ポップアゲインという音楽番組で、イナルチというバンドのユプナリという曲の背景にそれは表示されました。イナルチは韓国で17世紀頃に登場した伝統音楽パンソリとポップを融合した楽曲とパフォーマンスで人気のグループということです。彼らの楽曲はサムスン電子のガラクシーシリーズ、Z フリップや S21 にも使われているようです。旧正月に公営放送局が朝鮮の曲、いわゆる国楽を披露する背景に日本風の城が登場するのが極めて不適切だということのようです。彼らが実演した楽曲は、リュウグウを題材にしたものということで、想像上のリュウグウのイメージを表示した。日本風のものを意図的にコピーしたわけではないというのが制作側の釈明です。しかしこの画像の元となったと思われるものが、有料画像素材提供サイトシャッターストックで発見され、そのタイトルに、日本の古城と春の朝咲く桜とあったことから、制作側は日本の城と知りつつ利用したことは間違いないとネットで騒ぎになったようです。この画像は同じ日に放送された、国楽童謡を歌うフォーラムという番組、過去に放送された、不朽の名曲という番組の舞台でも使用されていることが分かったようです。最終的に制作側は視聴者とバンドに対して謝罪し、アーカイブ動画も削除した上で、今後の再発防止のために努力することを約束するとしています。編集所感。今回の概要。悪条件が重なって発狂。そんなに騒いでどうするの？公営放送ってまだ必要？これはあまりにもヒステリックだと思いますね。ちょっと森本五輪組織委員会会長の発言と重なるところがあります。正直なところ。世の中にそんなに不満があるのか、怒りをどこかに一極集中させようというのでもあるんでしょうかね。そうやって何かしらを断罪して正義を行使したからとすっきりした気分になりたいのでしょうか。今回のことについては、旧正月という伝統的な風習と、伝統的な民族歌謡が合わさったところに日本的な画像が出てきたことが問題ということのようですね。おそらくこのリュウグウのイメージが中国風だったら問題にはならなかったんでしょうね。元となった画像のリンクは表示しておきますが、これを海の中のように加工して背景として使っていたようです。過去に別の番組でも使っていたようですから、いわゆる使い回しをしていたということですね。それが今回こうした騒ぎになったというわけです。例えば日本の正月の音楽番組で、邦楽っぽい曲の中に朝鮮を思わせる画像が使われたらどうなりますかね？同じようなことが起こりますかね？そもそも私たちが朝鮮風の建物というのを認識できるかどうかも問題ですけどね。中国との違いがよくわからないし。中国風の画像でも問題になります？まあ何かしらでその画像のタイトルが今回のように、朝鮮だか中国の何々とあったとしたら、こうした騒ぎになるでしょうかね。それ以外の国の画像でも問題になりますかね。私なんかは例えばそういうのがネットで騒ぎになったとしても、どうでもいいと思いますけどね。まあ、人それぞれ色々な考えがあるでしょうが。例えばそういうことで NHK を糾弾したりとか、そういうことはしないです。それが正しいやり方というわけではないですけどね。騒ぎ方も色々あると思いますし、批判すべきと考えるのもまあ一つの考え方と思います。私個人はそこまで一つ一つの小さなことにヒステリックにはなれないですね。もっと根本的な問題を鋭く追求したいです。保守系を自称するならもっとガンガン行くべきとか言われそうですけど、私は寛容な方なんです。そういうの。だから軟弱扱いされているのだと思いますが。韓国は反日教育の成果もあって、さらにここ最近の日韓関係悪化という状況もあって、とかく日本に対しては敏感になっているのでしょうね。最近中国との間でもキムチや韓服、旧正月などで騒がしくなってきているので、今後は中国に対しても過敏になっていくかもしれません。中国春節を旧暦正月と呼べとか、
そこまで騒ぐ必要はないと思いますけどね。中国春節なんて文字、中国以外で見ないし、もともと退院歴自体が中国から伝わったんだから別にいいかなって思いますけど、そういうところの尊敬とかもないんでしょうね。別にそういうところで韓国がどうだとか中国がどうだとか必要ないと思うけど。あ、今回の件でもう一つ問題があるとすれば、制作側が下手な釈明をしたことと、最終的に謝罪したことですかね。日本の城をイメージとして使うことが不適切というのを世の常識にしたことになりますね。よりによって公営放送局が、もういっそのこと NHK との提携も断絶して、日本関連の番組も作るのやめるとかそういう話にもなりかねませんね。KBS はここのところ、受信料を大幅値上げするということで批判も浴びています。まあ、今の時代にテレビの公営放送というのもどうなんでしょうね。まあでもこれがなくなれば、ネットを使う人全員が公営メディアのためにお金を支払うことになるのかもしれませんが。私は森さんの発言は仕方ないと思いますけどね。ああいうおじいちゃんに男女平等とか無理ですよ。あ、そっちの話題から入る？だって昭和の男の人ってそういう時代を生きてきて、ここ最近で急に発言に対しても厳しくなって対応できないと思う。それはわかるけど、五輪自体がそういうのをむしろ積極的に発信していく場と捉えられているからね。だから問題になってるんだよ。だって実際のところああいう感じの人いっぱいいますよね。会社の女性の先輩とか役員とかも、昔はたくさんいじめられてたって言ってましたよ。私も昔会社の先輩の話を聞いたことがあるけど、昔は女性社員は残業が少ししかできなかったらしいんだよね。19時になったら帰らされてたって聞いた。へえ、そんなことあったんだ。昔はいろいろあったんだよ。そして日本は今もまだ過渡期なんだと思う。その時期にまああれほど騒ぐというのもね。テレビとかすごい剣幕だったね。私もすごく不思議に感じた。森本会長の女性の理事だとか委員だとかの比率の数字にこだわりすぎるのもっていうのは私もいつも思うところなんだよね。目標を定めないと進まないというのも確かにあるけど、数字が大きければ偉いとかすごいとかいうのも全くおかしな話なんだよね。ただそれだけ日本の社会がまだまだ平等ではないということなんだろうけど、無理やり進めているようでちょっとねと思う。私はそういう出世とか全然興味ないんだよね。なんか男性社員は同期で張り合ってたりしてるみたいだけど。白雪さんも一応役職ついたんでしょ？何か周りから言われた？そういうのはあまり聞かないようにしてるし、これ以上偉くなって責任持ちたくないなーって。そういうのも人それぞれなんだよね。そして社会構造や風習上、男女差ってあると思う。それを無理やり平坦にするというのもどうなんだろうね。私は今のまま普通に会社に貢献して、給料もそこそこ上がっていけばいいなって思うだけ。IT 業界だと男性でも出世して管理職にならずにずっと現場にいたいって人いるけどね。日本の話ばかりになったけど韓国の話はいいの？あれはもう日本というと狂乱するのが答えっていう社会だから、あれでいいんじゃないの？完全に間違っているとは思うけど、今の韓国ではあれが正解にしか見えないんだよ。大変だね。でも私は韓国があんなだから韓国を嫌いなんだけどね。もっと日本に対して普通なら私も嫌な感じしないと思う。森さん関連で寛容だねって言おうと思ったけど、そこは譲らないんだね。さすがにこういうのは無理じゃない？今回は昭和な話題だったね。そういうわけじゃなかったけど。昭和な人といえばね、新入社員の時にマナー研修みたいなのがあってね、関西女性の講師だったの。昭和って私も一応昭和だよ。その人はね、話がとても面白いさっぱりした感じの40代女性だったんだけど、でも一度切れると手がつけられなくて、関西弁で怒鳴るから迫力あって怖かったよ。それはただの関西弁の女性で昭和じゃないじゃん。あ、そうなの？平成の人は怒鳴ったりしないよ、多分。それは職場環境の変化の問題だってば。それでね、ある日その研修でペーパーテストの時間があってね、ペンを走らせる音以外、
シーンと静まり返っていたの。それは普通の光景だよね。でもね、突然、その関西人講師が座っていたキャスター付きの椅子がドーンってすごい音を立てて壁に投げつけられたの。うわ、切れちゃった？確か30人ほどの同期がその場にいたと思う。静かにテストを受けていたのになんで急に切れたんだって感じで、何が起こったかわからず全員が凍りついたよ。ざわざわした？ざわざわは怖くてできないよ。ただ、空気はピキーンって凍ってたのを誰もが感じたと思う。怖っ。みんなが震え上がってその講師を見ていたらね、静かに椅子を取りに行って何事もなかったかのようにまた座ったの。スマホで絶縁されて切れたとか？ふふふ、違うの。私見ちゃったんだよね。一瞬だったけど、椅子からずり落ちるところ。それだけで？つまり、キャスター付きの椅子に浅く座って居眠りしてたら、お尻がずれてそれで椅子がシューって飛んでいって壁にドーンって当たったの。それだけ？ただのずっこけで場内を震え上がらせたの？そう。だから関西弁で突っ込みたくなったよ。なんて？それ今流行りの壁ドンやないかって。当時流行ってた？わかんない。多分流行ってたと思う。